今日の徹底解剖へようこそ。いつも私たちの探求の旅にお付き合いいただきありがとうございます。ええ、今日も深掘りしていくのが楽しみですね。はい。今日あなたにお届けするのはですね、2026年3月6日時点の Google AI とクラウドの最前線で起きている、ちょっと信じられないようなパラダイムシフトについてなんです。そうですね。単なる新しいツールの発表とか、ソフトウェアのマイナーアップデートといったレベルの話ではないんですよね。そうなんです。私たちの働き方とか、もっと言うとコンピューターというものとの関わり方そのものが根本から変わろうとしている、まさにそんなターニングポイントに私たちは立っています。さて、ここから紐解いていきましょうか。今日ピックアップした複数のソースは、一見バラバラのニュースに見えて、実は明確な一つの巨大な波を示しているんですよね。ええ、その波の正体をあなたと一緒に読み解いていくのが今回の私たちのミッションになります。これまで私たちが知っていた AI って基本的には、尋ねれば答えてくれる賢いチャットボットでしたよね。はい。ブラウザを開いて質問を打ち込むというスタイルですね。ええ。でも今起きているのは AI が単に考えるだけではなくて、自ら他のツールを操作して行動を起こす。つまり自律型のエージェン的な存在への移行なんです。そしてここで興味深いのは、その高度な知能が遠く離れた巨大なデータセンターから今あなたが手にしているスマートフォンやノート PC といった手元のエッジデバイスに直接降りてきているという事実なんです。なるほど。エッジに降りてきていると。はい。JAX がどうとか、パラメーター数がいくつかといった専門用語に圧倒される必要はありません。このクラウドから手元へ、そして回答から行動へというビッグピクチャーさえ掴んでいただければ、これからお話しするアップデートがいかに画期的なのかが見えてくるはずです。その手元へ降りてくるという部分、まさにそこから深掘りしていきたいんですが、今回開発者向けのブログから TensorFlow 2.21のアップデートとして LiteRT のローンチが発表されましたよね。以前の TF ライトの後継にあたるものですね。はい。これ、ただ名前が変わって処理が速くなったというレベルの話ではないんですよね。GPU とか NPU のアクセラレーションが大幅に高速化されたというのはわかるんですが、開発者にとってこれがどうしてそんなに大きなニュースになってるんでしょうか？それはですね、開発者の視点からすると、これまでのモバイル向け AI 開発って率直に言って変換の悪夢だったんですよ。ああ、変換の悪夢ですか？ええ。巨大なクラウド上でモデルを訓練するとき、多くの開発者は PyTorch や JX といったお気に入りのフレームワークを使います。でもそれをいざスマートフォンなどの小さなデバイスで動かそうとすると、モバイル向けに複雑な変換プロセスを通さなければならなくて。そこでエラーが出たりするわけですね。そうなんです。エラーが出たり、精度が落ちたり、とにかく膨大な時間がかかっていました。今回の LiteRT の何がすごいかというと、PyTorch や JX で書かれたモデルをシームレスに、つまりそのままネイティブに近い形でサポートしている点です。低精度のデータタイプにも対応しているので、効率も劇的に上がっていますし、セキュリティの更新も頻繁に行われます。なるほど。つまり、開発者は自分が使い慣れた環境で AI を作って、それをそのままポンとモバイルアプリに組み込めるようになったわけですね。まさにその通りです。巨大なデータセンターでしか動かなかったような高度な処理が制約なしにエッジに持ち込める。これって聞いているあなたに分かりやすく例えるなら、いちいち本社な巨大サーバーに問い合わせるのではなくて、自分のスマートフォンの中に超優秀なミニ工場ができたようなものですよね。その例えはすごくわかりやすいですね。エッジコンピューティングの開放と言ってもいいでしょう。そしてそのポケットの中のミニ工場が実際にどう機能するのかを示す最も強力な例がファンクションジェンマの登場です。ここからが本当に面白いところなんですよ。私も Google AI エッジガラリーというアプリでファンクションジェンマのテスト環境を見てみたんですが、これ Android でも iOS でも両方で動くんですよね。動きます。ファンクションジェンマは 270M、つまり2億7000万パラメートルという現在の基準からすると非常にコンパクトで特化されたモデルです。最近のモデルは数百億パラメータとか当たり前ですから、それに比べるとかなり小さいですね。そうですね。LiteRTLM と Google AI エッジの技術を活用しているんですが、最大のポイントはモバイルデバイス上で直接関数呼び出し、つまりファンクションコーリングを行うために設計されているという点です。そのファンクション呼び出しというのを少し具体的にイメージできるように説明してもらえますか？例えば、今回のデモにタイニーガールデンというゲームのロジック実行が含まれていましたよね。はい、わかりやすい例ですね。これまでの AI なら、
ゲーム内で花を咲かせるにはどうすればいいですかとテキストで聞いて、水をあげてくださいとテキストで返してくるだけでした。ただのアドバイスですね。しかしファンクションジェンマのようなエージェント型 AI の関数呼び出しは、ユーザーの花を咲かせたいという意図を汲み取って、実際にゲームの裏側にある水をまくというプログラム、つまり関数を直接実行します。カレンダーの管理でも同じです。来週の金曜に会議を入れれというだけで。そう、AI が勝手にカレンダーアプリの API を叩いてスケジュールを確保する。しかもこれらが全てクラウドに一切データを送ることなく、完全にオフラインで高速かつ低遅延で実行されるんです。完全にオフライン。それは本当に驚きです。でも、なぜわざわざオフラインにこだわるんでしょうか。クラウドの巨大な AI にやらせた方がもっと複雑なことができるような気もしますが。理由はシンプルで、遅延をなくすためです。AI が自律的に動いて様々なアプリやデバイスのハードウェアを次々と操作していくとき、毎回クラウドと通信していては、動作がもたついて実用的ではありません。いちいち通信待ちが発生するわけですね。これをより大きな視点で捉えると、エージェンティックな、つまり自律型のアプリケーションが真に機能するためには、ミリ秒単位のレスポンスが必要なんです。だからこそ、エッジでの処理が必須になる。クラウド処理に依存せずに、物理世界やデジタル世界とシームレスに相互作用するための極めて大きな一歩なんです。なるほど。自律型 AI が行動をスムーズに行うためには、頭脳そのものが手元にないとダメだということですね。そして、その行動するという流れを決定づけるようなアップデートがもう一つありました。ADK のことですね。はい。AI エージェントを構築、強化するためのエージェントデベロップメントキット、通称 ADK がサードパーティーのツールと強力に統合されたというニュースです。GitHub とか Notion とか Hugging Face などと直接つながるようになったという事実を取り上げていますが、つまりこれってどういう意味なんでしょうか。これはですね、AI が現実世界のアプリケーションで有能に機能する時代に入ったことを意味しています。つまり考えるだけでなく、自ら他のツールを操作して仕事を進める、アドバイザーから自律的な同僚へと昇格したんです。同僚ですか。これまでは AI にコードのバグを見つけてもらっても、実際に GitHub を開いて修正をコミットするのは人間のエンジニアの仕事でした。しかし、ADK が GitHub と統合されたことで、AI エージェントは自らリポジトリにアクセスし、コードを修正し、プルリクエストを出すところまでを単独で行えるようになります。それはすごいですね。Notion の統合も同じようなイメージですか。その通りです。乱雑になった社内ドキュナイトを AI が夜間に自律的に読み込み、タグ付けし、見やすい形に再構成を置くことができる。便利すぎる反面少し怖くもありますね。AI が勝手に会社の Notion を書き換えたり、GitHub にコードをプッシュしたりするワークフローが日常になるということですよね。そうです。だからこそ、今年の Google Cloud Next 26の動向が非常に重要になってくるんです。今年はラスベガスで開催されますね。はい。基調講演はもちろんオンラインで見られるんですが、私があえて注目したのは、ラスベガスでの対面での価値がすごく強調されている点なんです。ジェミナイのマルチモーダルなブレイクスルーや、クラウドランでのゼロトラストセキュリティといった専門的な技術トラックが数多く用意されているようですが。このラスベガスでのイベントの真の目的は、AI に対するハイプ、つまり過度な期待のフェーズを乗り越えることにあると私は見ています。ハイプを乗り越えるとは、 AI ってすごいねという時期はもう過ぎました。今エンジニアたちが直面しているのは、最新のソフトウェアアーキテクチャの構築ブロックをマスターし、その自律型 AI をどうやって自社の既存システムに安全に組み込むのかという極めて現実的な課題です。なるほど。そこで対面でのコミュニケーションが生きてくるわけですね。そうです。20以上の開発者ミートアップやホワイトボードセッションが予定されていますが、エンジニアたちがホワイトボードを囲む中で議論する中でしか生まれない偶然のブレイクスルーがあります。オンラインで一方的に聞いているだけでは、組織の安定性と AI 開発のスピードをどう両立させるかといった複雑な課題の最適解は見つかりませんからね。ここでもやはりエージェンティック AI への移行が中心テーマになっています。確かに、ホワイトボードの前に立って、ここをこうつなげば遅延なくエージェントが動くぞみたいな議論は対面ならではの熱量ですよね。さて、ここまでは開発者向けの少しハードコアな話でしたが、少し視点を変えて、私たちが日常的に使うコンシューマー向けの AI についても話しましょう。2月にも大きな動きがありましたね。はい。2月の振り返りになりますが、
ジェミニー3.1 プロと一緒に発表された新しいビジュアル体験がありました。あと、ちょっとこの名前に笑ってしまったんですが、ナノバナナ2という謎めいた名前のモデルも発表されて、AI の進化の速さには本当に驚かされます。かなり挑戦的なネーミングですよね。ただ、このモデルの専門家と細分化が凄まじいスピードで進んでいるのは事実です。私たちがスマートフォンを通じて世界を見る方法も劇的に変わりつつあります。そうなんです。Ask at Experts という記事の中で、スマートフォンの画面に Ask Anything 何でも聞いてという検索バーが表示されていた画像が紹介されていましたよね。ええ。これテキストを打ち込むのではなくて、AI がどのように私たちの視覚的な検索を理解しているかという話ですね。カメラが新しい検索ボックスになったわけです。日常の景色をそのまま AI が理解してくれる。そしてこの視覚的な AI の理解力はビジネスや個人の利便性を超えて地球規模の課題解決にも使われ始めていますよね。オープンソース AI のスピーシーズネットについて教えていただけますか？はい。スピーシーズネットは野生動物の画像を識別するオープンソースの AI モデルなんですが、重要なのはこれがエッジ AI の技術と密接に絡んで自然保護を促進しているという点です。どういうことでしょうか？これまではジャングルの奥地にカメラを設置しても膨大な画像を回収してクラウドに送り、そこでようやく絶滅危惧種が映っていたと確認していました。しかしスピーシーズネットが高精度なモデルとしてエッジデバイス、つまりカメラそのものの上で動くようになれば、クラウドのインフラを持たない資金の限られた NGO でもリアルタイムで密猟者の検知や動物のトラッキングが可能になります。開発者が苦労して生み出したライト RT のような手元で動かす技術が回り回って野生動物の保護に直結している見事なつながりですね。本当に素晴らしい実用例です。さらに私たちのクリエイティビティを拡張するツールもどんどん身近になっています。米国のサーチのユーザー全員が利用可能になったキャンバスイン AI モードはまさに検索エンジンを作業場に変えてしまいました。そうですね。これまでは検索して情報をコピーして別のドキュメント作成ソフトに貼り付けて作業するという流れでしたが、はい。でもキャンバスを使えば検索エンジンの画面上で直接文書の起草をしたり、インタラクティブなツールを構築したりできるんですよね。情報収集とアウトプットの境界線が完全に消滅したと言えます。そしてクリエイティビティといえば絶対に触れておきたいのがプロジェクトジーニーという実験的なインターフェースです。あれは非常に象徴的なデザインでしたね。はい。360度ビューの円形画像がグリッド上に並んでいて、その中央に Create Your Own 自分だけの世界を作ろうと書かれた真っ黒な地球儀が浮かんでいる画像が公開されました。新しい世界を創造するための4つのヒントも公開されていたんですが、これどんな意味を持つんでしょうか？これはプロシージャル生成、つまり手続き型生成におけるとてつもない飛躍です。これまでは広大なゲームの世界を作るためにクリエイターが一つ一つのアセットを配置し、ルールをコーディングする必要がありました。大変な作業ですよね。しかしプロジェクトジェニーのようなエンジンを使えば、クリエイターがこういう物理法則でこういう世界というプロンプトを与えるだけで AI が自律的に整合性の取れた 3D の世界を丸ごと生成してくれます。ゲーム開発や新たな空間構築の参入障壁が根本から崩れ去ろうとしているんです。専門的なコーディング知識がなくても、頭の中にある壮大なアイデアをそのまま体験できる世界として出力できる。まさに創造性の爆発ですね。さて、ここまで多岐にわたる最新動向を見てきましたが、これらすべてが収束するであろう大きなイベントが控えています。Google I/O2026 ですね。はい。5月19日と20日にカリフォルニア州マウンテンビューのショーラインアンフィシアターで開催されます。基調講演の前に毎年恒例のセーブ・ザ・デートパズルが用意されているんですが、今年のテーマは AI がいかに私たちをエンパワーし加速するかだそうです。このテーマは今日私たちが議論してきた複数のソースをまさに見事に総括していますね。と言いますと、少し振り返ってみましょう。野生動物の保護を民主化するスピーシーズネットからプロジェクトジェニーのようなクリエイティブツール、そしてオフラインで機能するファンクションジェンマや ADK の実世界への統合まで、一見バラバラに見えたニュースでしたが、すべては一つの大きな物語につながっています。AI はもはや私たちが質問を投げかけるクラウド上の知能ではありません。私たちの手元のデバイスで自律的に行動する頼れるパートナー、
つまりエージェンティック AI へと進化しているんです。私たちのスマートフォンがクラウドに一切つながらなくても自律的に働く優秀なエージェントになったということですね。その通りです。ただ、ここで一つあなたにとって非常に重要な疑問を投げかけたいと思います。はい、何でしょうか。これは重要な疑問を投げかけています。もしあなたのスマートフォンがクラウドに一切つながらなくても、あなたの代わりにスケジュールを調整し、他のアプリを操作し、複雑なタスクを完了できるようになったとしたら、私たちはデバイスを使うという感覚からデバイスに任せるという感覚へ移行するでしょ確かに完全に任せきりになりそうですね。う。ではその時、私たちの自分の思考や意思決定の境界線は一体どこに惹かれることになるのでしょうか。うわー、それは深いですね。私たちが自分の意思で決めたと思っていることすら優秀すぎる AI のお膳立てによるものかもしれない。手元で完璧に自律行動する AI を手に入れたとき、私たちは何を AI に委ね、何を自分の決断として手元に残すべきなのか。テクノロジーの便利さの裏側にある非常にハッとさせられる問いですね。任せることで自由を手に入れますが、その自由な時間で何を考え何を決断するのかが問われるようになる。聞いているあなたはどう思いますか？ポケットの中の自律型 AI が全てをこなせるようになったとき、一体どこまでを AI に任せますか？次回のリサーチの旅までぜひこのことを考えてみてください。今日も最後まで徹底解剖にお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。